もうどのメニューもオリジナリティを組み込んでいるので、はい、どのメニューも自信はあります。これは間違いないです。これは何が入ってるんですか？これはですね、なんと肉が入ってるんですよ。そうですね、そうですね。っていうのはまあね、本当なんですけど、はい、まあ、牛肉本物の肉なんですけど、はい、牛肉？そうですね、牛肉 100% で、まあ基本的な材料としては外国産のお肉とまあタンと、タン？はい、あとはまあ牛タンのタン。そうですね。あと特徴的なのはこのハラミですね。うちは牛のハラミ入れてるんですね。これをちょっと大きめのぶつ切りで入れてるんですよ。はい、ちょっと見にくいんですけど、こういうなんかちょっと大きい、はい、手をとどめておくことで、はい、味をずっと保ってくれて、これがうまみの秘訣になるっていうのはありますね。もう最大に違うのだと卵を入れてないっていうところですかね。うちはつなぎ使ってないです。つなぎの代わりになるものとして別の入れてるんですけど、いやちょっと内緒っていう感じですね。はい、はい、こんな感じで。他より多分結構強めにこねてます。うちは。なんかその、はい、もうなんていうか見た目的にコンビーフに近いです。うちは結構これにしないとこの後かける低温調理とかで、はい、熱に耐えれなくなるので、ここまでやってやっぱり空気抜いて型に入れてやると熱にも耐えれて形がしっかり決まってっていうのはやっぱありますね。今これ何されてるんですか？これは、今ハンバーグのお肉を型に入れて、はい、この後に、低温調理をかけます。じゃあまあ通常のと比べると、はい、まあ、うちのハンバーグの特徴としてはお肉がギュッと詰まっているっていう。これはどうしても手ごねで形を成形するだけだとできない、はい、やっぱり逃げ道のない型に入れて圧力をかけてあげることでお肉がしっかり締まるっていうのがありますね。これをじゃあこの型に入れて、これはチームコンベンションって言って、はい、まあ、スチームを出したりとか、あとは、はい、要はオーブン、はい、一つ一種のオーブンみたいなもので、はい、まあ、低温調理に適してるっていうこういう温度とかがいろいろいじれるよっていう、はい、まあね、いろいろ、ね、食事に関しては語ることは語るよりもやはり食べに来て味わっていただきたいっていうのが一番で、はい、それはどこのお店もそうですけど、うちは特にこういう食感なりなんなりっていうのが普通のハンバーグとは一線を画しているので、ちょっと分かんないですよね、ご説明してもね。なのでやっぱり実際に召し上がっていただけたら一番その辺が分かるんじゃないのかなと思ってます。それ以外にもまあカレーだったりとか、カレーもいいですよね、はい、ハンバーガーだったりとか曜日限定でやってるんですけど、はい、もうどのメニューもオリジナリティを組み込んでいるので、はい、どのメニューも自信はあります。これは間違いないです。味ソースが違うと思う。そうですね、こちらと2つ食べれるというか、ハワイ醤油ソースがうちはおすすめしているので、醤油
りやすくお願いします。今の上可愛いですけど、これでしょうか。一緒取りますので、失礼します。だけなんで。これだけのもん。はい。帰ってきますね。こだわりが。はい、了解。よっ。オッケー。はい、失礼します。お待たせしました。チーズ路線でございます。お願いします。うちのどういうところを見てるんですか。表面見てるんですか。まあ表面の焼き色ですね。保温力高いので、なるほど。はい。あとは香りが出ますよね、やっぱり。ああ、それも大事なので。ソースかけた時とかこういいですよね。やっぱり揚げただけでそのままかけたりとかしても曲がりきらないんですよ。やっぱり肉汁が出てないとか。ソースも単体で美味しいわけじゃなくて、やっぱり肉汁と合わせて初めて美味しくなるので、そういう調整するわけそういうところも計算して作っていかないと、なるほど。これは単純な数学みたいな。あ同じ厚さなら火の通りも同じようにそうです。あ、なるほど。串焼きとかも全部一緒です。へえ。串焼き僕もやってましたけど、昔やっぱり形がブレるより同じ均一の形にした方がやっぱり火の通りは一緒なので、串とかああいう鮮度がいいのはそこがブレちゃうとはい。全部ダメになるので、なるほまあ、全部一緒にって僕は常に言われて、ど。へえ。重さも同じで、だからこういう感覚でもう全部動いてます。じゃないとやっぱり均一性は出ないですよね、絶対。そこで妥協しちゃうとどんどんやっぱり曖昧になってくるので、まあ美味しそう。まあそうですね。手だけでは先チーズいきます。2つですね。大体まあ音ですよね。まず聞いて僕の音でどういう状態の厚さなのかとか、焦げちゃうと結局香りも飛んじゃうんで、やっぱりお客さんがどれぐらいのペースで食べるのかなっていうこともちょっと考えるんで、厚さこれぐらいにしてあげた方が食べやすいし、じっくり火も入るなとか、そういうことは考えてますね。これはもうイメージがすごく大事なんで、特にうちはオープンキッチンだからやっぱそういうのを見てあげて、やっぱ学んでいかないといけないのかな。どうもありがとうございました。またどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
わざわざ埼玉からありがとうございました。カレーが実は隠れた名店の味なんです。はい、どうぞ、すぐ伺います。皆さん、こっちおいとくね。これ牛丼ね。はいよ、はいよ。大盛り。お肉もいいんですか。はい、お持ちします。では、はい。お肉がやっぱり詰まってるというか、はいちょっと表現が難しいんですけど、はい。味が濃いというか、うんうん。これはどうしたらこうなるんですか。手ごねじゃなくて型に入れるっていうことですね。要は手でやると、ありがとう。なんていうんですかね、どうしても手には弾力があるので、はい。握っても逃げ道があるわけですよ。そうだから結局叩いたところでも叩いた瞬間にお肉は横に広がるので、はい。どうしてもやっぱり詰まったお肉感は出しにくいっていうのはありますよね。ざいます。で要は手でもういろいろやって結局できるかもしれないですけど、はい多分時間も手もかかるので結局お肉にとっては環境良くないんですよ。あ長時間触ると油が溶け出したりとかするので、だったら型に入れて、あ、はい。型は絶対動かないのでその型に押して、要はまあフランス料理のテリーヌ、テリーヌ、はい、あれと同じことをやれば理論上はできるので、いろいろはい量が多いってことです。詰まってて。だから結局のところは他のお店と同じ、例えば 100g って見てもうちの方がはい。ちっちゃくは見えるんですよ。あ言い方変えると手間かけてステーキ作ってるようなもんですよね。あ、一回、こう、はいもともといいひき肉からステーキを作ってますっていう感じわかりやすいっていうと、ちょっとなんとなくハンバーグとステーキの中間かなって思ってもらえるといいのかなとは思います。ステーキよりは柔らかくてハンバーグよりは詰まってるというか、そうですね、そこが一番ちょうどいいですよね。っていうところですかね。はい。まあ、それは負けるしの新しいかっちょいいフライヤーと名刺渡して結構負けました。はい、お待たせいたしました。四角いハンバーグ御膳でございます。ご飯とスープお借りできますのでおっしゃってください。でテーブル中央にございます小さい壺の中に茎わさびが入っております。はい、ハンバーグにかけるとね、とても相性がいいので、ぜひお試しください。卵はどうぜひ下の容器で割っていただきまして、ハンバーグくぐらせてお召し上がりください。はい、武田さん。
手からね、あ、ごめんください。ごゆっくりどうぞ。大丈夫。これはね、ちょっと。いろんなところで渡り歩いてやってきた自分が疑問に思ったことを理想に近づけて、理想に近づけて、はい、やはり組み込んだメニューが非常に多いので、どうせならどの店も美味しいお店はいっぱいありますけど、はい、うちみたいにオンリーワンでやってるようなお店は、ね、たまには思い出して近くに来ていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。とても謙虚。はい。ありがとうございます。